外に行ってみたいと思います。わかりました。というのはトラックの、はいもう積載車の方のこともあるので大好きなので、日本のトラックを覗きましょうか。次に、いろいろなもう搬出のバタバタの中であまり邪魔したくないんだけど、覗くのがもう大好きなんで、みんな出てきて、トラックのエンジンの音が、ディーゼルの音、車のサウンド、そして実際に車はトラックに乗せてるところがもう好きだよね。俺だけじゃないと思うよね、ニノさん。これは車好きなら、トラック好きならこういうところが一番いいなと思います。見てこのトラック、このトレーラー、素晴らしい。これってさ、なんでないの？いつもアメリカにと思うよね。見てこれ、ほんまにどんなにね、車庫団でもこれ乗せられるっていうのはすごいよ。すごいと思います。はい、ここのもう積んであるんだけど、わお、こういう止め方するんだよね。タイヤの周りにベルトで止めるというのは一番車には負担とか傷とかあるいはスタッフにも負担が少ないと思います。かっこいいな。お疲れ様です。お疲れ様です。ね、ちゃんとこう傷つかないようにタオルとか巻いたりあれしたりするのはさすがだなと思う。ホイールだってめっちゃ高いと思うんで、傷ついたら大変なことになると思うよね。わーでここにガルウィングだよ。ガルウィングのトレーラーに何が乗ってるのかな。こっちからなんかの GT のマシン。そしてこのミラーの倒し方がすごい。初めて見たんだよ。こうなるんだ。いやアメリカの場合はさ、こうなんかこう来ることがよくあるね。反対にこうなるのはさすがもう賢いよね。また逆に邪魔にならない。こういうんだらまたドアが開かなかったりということもあるのかな。でこれだったらもう邪魔にならない。で初めて見たんだよ。はい、ああいう仕組みなんだね。びっくり、知らなかった。ワイパーもこうなんだよね、トラックが。こうじゃなくてこうだっていうのはフッ素のファイター、GT のマシンが積んでるね。すごい。わお。じゃあちょっと通してもらいましょう。すみません。します。これもずいぶん乗せにくいんだけど、こういう趣味だったら全く問題ないんだよね。はい。でこれの上に乗せて、でぐーんとエレベーターみたいに上がっていくんだろ。でまたジャーッと中に入っていくということは、出た今日言ってたんだろ。カズマさんのトラックが出ました。ニノさん、うわー、そこまでもう全開で開いてるんじゃない。であんなに高くなるんだ。ギリギリだよ、屋根まで。はい、天井までっていうか、すごい。このカズマスタイルは俺は本当にもう気に入っちゃって、Leading who style to slide だって。ドリフトとか、それフォーミュラードリフトのことなのがスライドのことで言ってるならね。ねえ、わー、このトラック大好きだよ。おー、これも上と下に車とする2段。でもすごいな。すんごいよ。これは素晴らしい。でも全部入ってる。わあ、すんげえトラック。これからカーボンファイバーのカローラが乗るんじゃないかっていうことですよね。すんげえ。みんなは頑張って、やっぱりミッション完了までやらなきゃということで、車のことだけじゃゴミ屋さんも一生懸命だよね。見てゴミ屋さんのトラックもみんな動いて働いて、あっという間にこの3日間やったすごいショーがもう全部消えていくことは、このチームワークがすごいなということです。うわー、これもすごいマシン乗ってるんじゃない。よりもニノさん、ブルーのアンダーもいいよな。綺麗だよね。富士山ナンバーだろ。その通りです。いいね。昔なかったナンバーだよね。ねえ、なかったんだけど、86だよね。かっこいい。後ろもなんかストロボとかもなんかついてるので、ちょっと見てみましょう。後ろ
ブルーのストロボがいいんだよ。なかなかかっこいいと思います。この辺これもこれまた別のトラックに乗るの2台は乗れないだろう。上に上がる。それを上に上がるからこれ下に入るっていうこと、そういう仕組みなんだ。まっすぐ上に行くの、それからこうなるのかな。でその下にこれが入るということ。すごいよな。もう大好きだよ。興奮する。懐かしい光ナンバーだよね。これもいいし、レッカーロのトラックもかっこいいよね。さすが素敵。日本とアメリカの大きな違いが一つ分かったんだよ。アメリカはね、ほとんどの車はね、運ぶところが前から乗せるのよ。日本でね、逆のスタイルがよくあるんだよね。で、それなぜかなといつも思うんだけど、ニノさん分かる？車高の問題じゃないですか。車高の問題か、重さのよくアメリカで言われてるのほら、トレーラーに重いエンジンの入ってる方が前にあった方が運びやすいというかなんだけど、日本は逆はよくあると思う。それやっぱ車高単車だからということなのかな。さっきのトラックこういう感じになるんだろうね。上があって気持ちこれでその下に、ところでこの34スカイラインは完璧じゃない？かっこいいよこれ。いいね。あっちゃん見て、かっこいい。いや86、これいいよね。フェンダーが、ここからこれ全部かっこいいよな。ダクトの感じがかっこいいね。すごくかっこいいと思います。ここにまた2台のね、運んでる2台分のトラックです。いいよね、こういう仕組みが。アメリカにないな。こういうのはないと思います。このトラックが出るところをちょっと見てみましょう。はい、トラック来ました。はい、かっこいいよ。ピーピー、いいね。はい、気をつけよう。車が行って、色がいいな。ノスタルジックで俺の Z っぽい。いいよ。これやっぱり1台買わないとな。こういうトラックこのぐらいで十分だと思う。ちょっとデコトラもね絡ましてやればいいかなと思うよね。すごい。あとはこの辺に、このトラックだったら4台入るのかな。どうなんだろう。これいたっけ、この車が。見てないよね。すごい。ライトもいいよね、そのアンダーからのところが。そしてワンマン操作だよね。ニノ、感情速が出た。はい。出たね。VTEC 来る。みんな出てきたね。みんな出てきちゃった。素晴らしい。いやー、2025年の大阪オートメッセは大成功だったと思います。去年よりは、雪とかもあったり来れなくなった人も一部あると思うんだけど、それでもすごい盛り上がりました。素晴らしい車、素晴らしい人、またスティーブ・テキステのファンがあっちこっちいろんなところに会いに来てくれた方に感謝しかありません。最初から最後までこれを生で見れるというのはすごいなんか元気もらえる。車はもちろんそうなんだけど、出会った人たちとこのチームワークの仕方、日本人の素晴らしいところにこの中にもあると思います。普段多分普通の人はこういうところ見ようとしないかもしれないので、俺見てすごい感動ですよね。感動だらけです。本当に皆さん会いに来てくださった方にもう、誠にありがとうございました。とても良かったんで、私はこれから、頑張ってまいりますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。日々前進前向きにサムズアップ的に、また来年まで大阪オートメッセまでこの辺で失礼いたします。